次は、チャプター、カッティングエッジチャプター、オレンジの方の8に行きます。ざっくりまとめると、結局、記憶の仕方が変わってきつつあるけど、注意しなくちゃいけないよっていう、そういう内容でしたね。はい。では、早速いきますかね。なかなか後半ちょっと難しいかなというところがあるので、しっかり確認していきましょう。一段落目で、まず、我々の記憶の仕方が変わってきているよっていう、そういう提示をしています。そもそもはしっかり覚えてた脳みそに入ってたはずが、ハンディングオフしていると。もうすごい情報が溢れちゃってるので、その記憶するという仕事そのものを、検索エンジンとかスマホに委ねちゃってると。で、Google に至っては、報告されているのが、reportedly から報告されているのが、アイグラスっていうものを、取り組み中、開発中だと。でその何かというと、いつの日か、メガネをかけたら、そのメガネを通して見た相手の顔を認識して、その人の、データ、詳細データっていうものを、あなたが見てる誰であろうと、出してくると。画面に、コナンのね、話ありましたね。コナンの映画で、カチッとかってやると、メガネかけると全部バーッと出る。あるいは映画なんかでもあったと思うんですけど、カチッてやるとそこに全部メガネのところ、内側のスクリーンにいろんな情報が出てくる。なんていう、そういう夢のようなインテレクチュアルアイグラスでしたっけ。その Google が、実際にそこまで、機能はついてませんけど、いわゆるその目を通して、なんだっけ、言語、英語を翻訳してくれる字幕を映すとかっていう、そういうのが可能なメガネは見事この秋に発売されるっていうのが発表になってますけど。で、しかしながら、新しい研究、によると、調査によりますと、その、記憶することをアウトソース、外部委託っていうかね、記憶の下請けをやらせるっていうんですけど、コンピューターとかに記憶の下請けをやらせるっていう、そういうことによって、記憶する習慣、我々の記憶する習慣、記憶術が変わりつつあると。で、あるいはそのプラス、ダッシュの間に入っているところでいうところの情報っていうのが常にいつでも、継続的に、そしてあと瞬時に、到達、見つけられる、情報が見つけられるっていう期待値っていうものが、結局はその覚え方、記憶術、記憶力とか、記憶術ですね。覚え方の方を変えていきつつあるよというふうに提示しています。で、ベッツィさんですね、コロンビア大学の心理学の、准教授さんなんですけど、ベッツィさんは女性です。この人が研究を展開しました。実験を展開しました。で、そうすると、分かったことが3つ。新事実が3つ。どういう真実かっていうと、我々が、情報を、このネット世代ですね、ネットの時代において、情報をどういうふうに、ハンドルするかといいますか、なんて言ったらいいかな、取り組むって言ったら、どうしようかな。なんていうかな。そうかな。確認すると、プロセスなので、処理する、プロセッサーですからね。ワードプロセッサーですか、処理する。どういうふうに処理しているかということに対しての事実を3つ見つけましたよと。確認しましたよ。っていうことなので、3つって言ってるからには、ファースト、セカンド、あるいはサード、サードあるいはラストとか、ファイナルとかって言ってくると思うので、その信号を見逃さないようにしましょう。まず第一、彼女の実験が明らかにしたことっていうのは、もし質問、疑問に対して答えがわかんないとき、今や我々は、その答えそのものとか質問に対しての疑問に対しての、謎解きをするっていう動作に入るよりも、これ、どこで答え見つけられるかなっていう。一番直近、一番近い、ウェブアクセスですよね。どこに行けばいいのかっていう。これ確か配った元の日本語はネット接続って言ったら、ネット接続っていう日本語の理解ってちょっと違うと思うので、Wi-Fi 接続とかそういう感じになっちゃうので、一応ウェブ接続ってことは、ウェブにどういう感じで、たどり着けるかっていう、そんな感じですよね。そこを考えちゃう。どこに行けばいいのか。で例えば、この具体例として出しているのが、一色しか使ってない国旗ってありますかっていうふうに聞かれたときに、その研究に参加した、実験に参加してた人たちっていうのは、結局どういうふうな処理をしに行ったかっていうと、
国旗自体を、どれかなって考えるよりも、コンピューターに聞いちゃうっていうね。そっちですよね。どこに行けばその国旗の情報があるかなっていうことを考えちゃった。二つ目の事実としましては、その情報というものが、後でもまたいつでもアクセス可能、発見可能だと思っちゃったとき、それほど真剣に考えなくなっちゃってるよねっていうことですね。考えないというか、覚えなくなっちゃってる。ですから、今その親友の電話番号ってパッと空で言えますか？あるいは自分の住所の郵便番号を下4桁、残りの4桁、すっと言えますか？とかって言った時にパッと出てこなくて、ググっちゃうっていうね、ことが言われてるわけですね。だからその例として、for example って言ってるんですけども、まずその実験を行いました。で、ある種の事実、情報ですね、ファクツ、事実をコンピューターに打ち込むように指示を出して、その、指示というのがスペースシャトルについてのこの文章なんですけど。で、実験に参加した人の半分は、打ち込んだ情報っていうのはずっとストックされます、セーブされます、保管されますよと言われました。で、残りの半分は、打ち込んでも消えちゃいますよっていうふうに言われました。としてみたところ、コンピューターがちゃんとその情報を保管するよと言われた側は、じゃあその情報自体を今もう一回思い出してくださいっていうふうに言われたときに、自分の頭の中にちゃんと入れなかったので、ディテール、詳細について思い出せなかったんですよね。レスですから。少なかったんですね。ゼロじゃないんですけど、少なかった。ですから、この状況を我々人間が今、現実に経験しているところの状況と、スパロさんは比較してみました。そうすると、検索エンジンっていうのが常にそこにあるので、コンチャンレベルそこにあるので、我々結局頭の中にしっかり情報を覚えて保管しようって思ってない。いや別に記憶しなくてもググりゃ出るさっていう、そういう感じになっちゃってるんじゃないか。だからなんか情報が必要になったらすぐ検索するっていう風になっていますよね。なんかちょっと身に覚えありませんか？サンファミリアっていうのを聞いてるわけですね。三つ目。1、2、3、新事実の三つ目ですね。今度その三つ目となると、今度は情報というのが、いつでも見つけられるっていう期待値があるものなので、そうすると、情報そのものっていうものをしっかり覚えようというよりは、情報が見つけられる場所を覚えちゃってる。まあまあ、Google だったりもそうですけど、どっかサイトに行けば見つけられるやっていう風になっちゃう。ですから、事実とかファクト、史実、データというものをしっかり記憶するんじゃなくて、それはどこに行けば見つかるかっていう場所だけ覚えちゃってるっていう状態になっちゃってるんですね。結果、彼女が結論付けたのが、そのより、コンピューターの細かいツールにより密接な関係になっちゃって言ってるわけですよね。携帯しかり、パソコンしかり、検索エンジンしかりってことになったわけですね。これやばいですよねって考えちゃう前に、自分自身がもう頭の脳みその活用方法を半ば、放棄しちゃって、で、なんか情報が欲しいってなったらすぐググるサイボーグになっちゃってる。ね、もう機械的な人になっちゃってる。で、get nervous なネガティブなイメージですから、焦るっていうね、情報として、get nervous 焦るっていう感覚なので、そういう焦る前に知っとく必要がありますよと。つまり、この this new relation with our digital devices だからなんか情報を知りたいなと思ったらすぐググる、検索するっていう、この所作、一連の所作っていうのは別にその恐ろしい現象ではなく、単純に変化した状態。つまり、よりも常に今まで慣れ親しんでる現象の単なる変貌、また一つのバリエーション、他の形になってるだけだ。中身はそもそもよく知ってる現象でありますよと。つまり、心理学者が呼んでるところの交換記憶、トランザクティブメモリというものだということなので、何も恐れることはないよと。
で、this, transact memory, その交換記憶というものは、まずはその暗黙の了解であると。で、その暗黙の了解によって、どの人がどの、なんていうかな、データを覚えるかっていうのを、作業を分担してるに過ぎないんだというふうに言ってます。で、必要な時はすぐその情報が共有できるようにしているということになっているに過ぎないと。unspoken arrangement。暗黙の、了解、暗黙の、なんていうかな、協定といいますか。例えば、その具体例をその2つ出してきますね。結婚生活においては、両親、親がいて、片方の親が子供の放課後の、予約とか約束事とかスケジュールのしっかり記憶してる。で、もう片方は、それは覚えてないんだけど、今週の分別ゴミの、スケジュール。例えばそのリサイクルはいつ何曜日に出すとかっていう情報をしっかり覚えてると。で、片方こ分別ゴミの情報を覚えてる人は、大概そのキッチンに立つ人の方が多いかなと思うんですけど、相手のお母さんのこと言いませんけど、キッチンに立つことが多い人ってのはやっぱり分別ゴミを結構覚えたりするのかなと思うので、そういう人は逆に、子供の、なんだろうな、イベントのスケジュールとか予定とかっていうのを忘れちゃったり、覚えてなかったりする。分業してるんですよね。記憶を分業してる。で、職場においては、例えばその一人はデータをしっかり取り扱っていたりとか、それから計算を担当していたり、あるいはもう一人の、職場の同僚っていうのは、別の同僚はお客さんの好みっていうものをしっかり、把握担当している。覚えることを担当している。でこれ、早い話が、経理部とか人事部とか、あとは管理部とか営業部とかっていう、デパートメントの名前に代表される通り、分業してるわけですよね。でそれぞれ自分の仕事に密接したことをしっかり覚えてる。例えば人事の人が、例えば管理部のそのルールとかに明るくないかもしれない。でも管理部に聞けば全部そのレギュレーションとか規制とかっていうのはわかるっていう感じで記憶の分業してるんで、別に何も目新しいやり方ではなくて、別に非常にファミリアフェノミナンでしょっていうふうに言ってます。で、ラストの、段落で、The way we assign tasks to our computers っていうのは、単純にこの this principle、5段落目で展開している原理ですね。交換記憶の原理というものを単純に我々一人一人がコンピューターにタスクを振り分けているだけに過ぎないと。延長線上なんですよと。つまり、規模が変わっているというふうに言ってますね。原理として。だから、その非常に大規模、広範囲、very grand scale、広範囲において、その交換記憶というものを実施している、キャリーアウトしている、インスタンスですから、一つの例に過ぎないと言ってるわけなんですよね。だから焦る必要はないですよ。ただ、バットって言ってますね。このバットですね。ただ、一応、焦んなくていいですよとは言ってるけれどもっていう意味でのバットですよね。そのバットが出てくるので、当然その、ハンドオフ、委託、外部委託、記憶の外部委託っていうのは、不利益と、伴っているというか、ただじゃ済まないってやつですね。何が済まないかっていうと、人間、考える力っていうのは非常に養われるべきであります。考える力っていうのは、なんかその、とっかかりとか、情報の点がいっぱい、点と点をつなげるために考える。で、点と点をつなげて線にするっていうのがスキルなんですけど、その点と点というものは最初なきゃいけない。頭の中に。だから、そのなんか考えるためにその点と点そのものをまずいちいち Google してって、で、それから考えるっていうと、全然いつまで経ってもスキルは養われないじゃないか。これを言ってるんですね。ですから、その事実とかファクトっていうものっていうのは、Google でいちいち調べていったら割に合わないと。だから、ちゃんとスキルは育てなくちゃいけないので、基本的なファクトっていうのは、もう脳みその中にある必要がある。例えば、そうですね、今回の政策は前回の政策と比べて、こ広範囲にわたって網羅してるのかどうかっていうのを判断するときに、やっぱり前回の、政策っていうのがすでに頭に入っていれば瞬時に考えられますけど、前回の政策なんだっけとかってやってると、それだけタイムコンシューム、時間かかるわけですよね。でしかも、能力として、
批判的思考って訳してますけど、クリティカルシンキングは別にけなすわけだけじゃないです。分析力として、プラスなのかマイナスなのか、どういう利点があるのか、どういう不利益点があるのかっていうのを考えるのがクリティカルシンキング。実行可能なのか実行不可能なのかを考えていく。決断を下すための、熟考することがクリティカルシンキングですから、何も批判するだけじゃないんですね。これちょっと日本語の語弊があるので、日本語訳を気をつけてください。ですから、分析力を養うためには、基本的なデータはすでにあった方が瞬時に展開できるのでいいでしょってことを言ってるわけです。だから、these facts、その点と点というのは、まず頭の中にオリジナルハードドライブですか、長期記憶、頭の中にストックされておくべきで、いちいちそれをググっていたんでは、思考回路が育たないよと。遅いよと。遅い思考回路しかないよ。というふうに言っている。ですから、例えば、九九の掛け算表ですよね。2人が C とか2、3が6っていうのは、しっかりもうデータとして自分の長期記憶の中に入っているので、計算の時にパッとすぐ出る。あるいは、前年度のデータと今年度のデータを比べるときに、足すかける、足す引くとかかける割るとかっていうのが瞬時に情報として入っているので、そこですぐ比較っていうことへの考える思考へ移れる。でも、その多数引くとかっていう単純なこうファクトっていうものが頭にないと、いちいち探しに行かなくちゃいけない。そんなのはないよと。いきさつ、思考回路っていうものをちゃんと育てるためには、Google なんか、思考回路のいきさつとかっていうのはないので、ググっても出てこないので、基本的な情報っていうものはすでに頭の中にストックしておくべきで、それがあるからこそ、新しい情報に接したときに、これはどういう位置づけなんだろうかとか、から前回に比べて、よりこう、うまくいってるのか、あるいは良くないのかとか、比較考えをする、比較したりするっていうことにおいて、情報が少ないとうまく展開ができないよねっていうことなので、基本的なデータっていうのはやっぱり頭の中にストックしておくべきですよというのが、このパッセージの全体的な話になります。当然、なんていうんですかね、全部覚えておくことができないであれば、分担をして交換記憶っていう、その作業を実行する方が、それは楽ですよね。仕事もそうですけど、分担してます。その方が、スムーズに全体として流れます。ただ、自分自身、ファクチュアルノーレッジっていうのがまず先になきゃいけないので、それが頭の中になければスキルが育たない。ファクチャルノレッジをいちいち調べに行ってたんでは、スキルはいつまで経っても育たない。だから基本的な、知識っていうのはやっぱりあるべきで、それから応用としていろいろ考えていく自分の知識が、ごめんなさい、自分のスキルが伸びていくので、やっぱり基本的なところはいちいちググるんじゃなくて、入れとかんとダメでしょと。頭の中に入れとかんとダメでしょっていうのが今回のパッセージの展開になると思います。3事実っていうのはさっき言ったように、ファースト、セカンド、そして、ファイナルっていうふうに表示されてますから、ここしっかり把握しておいてください。で、on their own とか internally っていうのは結局脳みそを使って覚えましょうということになってますから、いちいちその細かな情報を外に検索しに行ったんでは、そこから比較する能力とかスキルっていうものが育たないので、新しい情報に出てきたに、触れたときに、これは前と比べてどういうことなのかっていうのが翻訳できないっていうのがありますね。から、携帯電話が出てきたときに、どういうふうな情報があれば、特にマニュアルを読まなくても、取説読まなくても対応できるとか、そういうことなんですよね。頭の中に基本的な情報が入っていれば、これは前回と似てるからじゃあこういうふうにやればいいのかなっていうようなことがささっといけると。で、前回とどういうところが違うかっていう、いわゆるコンテクストっていうのを踏まえて考えるっていう、その、考え方自体っていうのは、ググっても出てこないんで。自分の中でちゃんと育てる必要がある。そのためには、基本情報っていうのは頭の中に常にストックしておく必要がありますよ、ということで。あんまり何でもかんでも検索するんじゃなくて、よく
自分が持論を展開するとか、自己判断をしていくとか、それから新しい情報を自分で調理するということができるためにも、基本情報っていうのは、ググらなくても、ある程度自分の頭の中に入れておきましょうね、というのが今回の、パッセージの中身でした。はい、以上になります。お疲れ様です。